ゴミだらけの室内に佇む汚れたペットシートに覆われたベッド。半年間そこから動けずにいた少女の苦しみをあなたは想像できますか。2020年10月9日、イギリス・ウェールズ・ポーイス州ニュータウン。夜遅く、自室でテレビを見ていた男性アラン・ティットフォードはうんざりした様子でため息をつきました。1階から聞こえてくるのは16歳の娘ケイリー・ティットフォードの叫び声。障害者でほぼ寝たきりの彼女は何かを訴えるかのようにもう長時間声を張り上げていたのです。父親のアランはスマホを取り出しケイリーにメッセージを打ちます。おいケイリー、叫ぶのをやめろ。彼女が何かを訴えて叫ぶのも家族にとってはいつものこと。その夜、誰かがケイリーの部屋へ向かうことはありませんでした。そして翌朝、彼女はウジ虫と排泄物にまみれて死んでいたのです。家族から見放され、ウジ虫まみれになって死んでいった少女。その家で起きていた異常事態とは。彼らは誰もが顔をしかめる惨状を日常だと思っていたのです。おさすけんちゃんです。みやみこです。というわけでやみこさん、無事ねアメリカ、そしてブラジル行ってね、今日帰ってきましたわ。今日いろんな思い出がありまして、まずはね、ニューヨーク、はいあそこ行ったんですよ。9.11 メモリアル記念館。9.11テロね、人類史上最大の事件、テロっていうことでね、犯人がね、登場前に検査をどうやってすり抜けたかみたいな映像だったりとか、生存者の方がね、実際に生存した時に使った階段がそのまま生かされてたりとかね、特にアルゴ見てる人とかはね、そういうのに興味ある方もね、いらっしゃると思うんでね、ぜひね、行ってみてください。ちなみにですよ、行った日、体感温度、マイナス26度でした。マイナス 26？ はい。もうね、痛い。なのでね、ニューヨーク行く方はね、本当にね、この季節、ぶっちゃけ行かない方がいいんですけど、行く方はね、防寒対策しっかりしてね、行っていただければと思います。今回はイギリスのある家庭内で起きた悲惨な事件をご紹介します。障害を持つ16歳の少女が家族の介護の放棄によって、ウジ虫と排泄物まみれの状態で亡くなっていたんです。一緒に過ごす家族は空間を共にしてて何にも思わないわけ。家族にとってはね、この状態が当たり前になってしまっていたそうなんです。新型コロナウイルスの自粛期間が明けても学校に来なかったその少女。学校から連絡を受けていた家族は平静を装っていたんですが、家の中では明らかな異変が起きていたんです。見て見ぬふり。2020年9月某日、ウェールズ・ポーイス州ニュータウンの坂の上で暮らす家族に一本の電話がかかった。ああ、先生、こんにちは。ゲイリーはちょっと今日も学校に行きたくないみたいで。電話に応じたのはその家の母親サラ・ロイド・ジョーンズ。この9月に入って新型コロナウイルスのロックダウンが終了したのだが、娘のケイリー・ティットフォードはずっと登校していなかった。心配した教師から電話がかかってくるのももう何度目かわからない。家庭訪問ですか？ケイリーは今精神的に不安定で人と会いたがらないので。サラはそう言って教師の訪問をいつも断ってしまう。娘のケイリーは障害者のため体調や精神状態には人一倍気を使わなければならない。保護者として当然の判断と言わんばかりのサラの口ぶりに教師は諦めて電話を切った。そして教師は知る由もない、その家の1階のケイリーの部屋に異臭が充満し、100匹以上のハエが飛び回っているなどとは。ケイリーは生まれつき二分脊椎症を患っている障害者でした。二分脊椎症は生まれつき背骨の一部と髄膜が露出してしまっている病気。この病気の影響でケイリーは腰から下が動かせず、幼少期から車椅子を手放せない生活を送っていました。そして2020年3月23日の新型コロナウイルス蔓延によるロックダウン以来、ケイリーは外出自粛対象となり、半年間学校へ通っていなかったのです。自宅は急な坂の上にあるため車椅子で出歩くこともできず、顔を合わせるのは家族だけ。さらに家族は仕事の忙しさを理由にケイリーを放置していました。彼女には両親と5人の兄弟がいましたが、ケイリーは1階、他の家族は2階と居住スペースが明確に分かれている状態。両親は仕事から帰宅するといつも2階へ直行し、ケイリーの部屋がどれだけ汚れていようとずっと見て見ぬふりをしていたのです。ちょっといくらさ、1階と2階に分けてたとしても、家同じだったら匂い気になるんじゃない？さすがに。ハエが大量に湧いてるんでしょ？家族にはね、その状態が当たり前だと錯覚する正常性バイアスが働いていたと考えられるんです。というわけで本日のメトラキーワード、正常性バイアスについて。人間は異常な状態に直面した際、これはいつも通りのことと脳が情報を修正して心の平穏を保とうとする正常性バイアスが働きます。ケイリーの置かれていた環境は時間をかけて徐々に悪化していったもの。
そして異常な状態は少しずつの変化であれば正常性バイアスによって当たり前の日常に変換されていきます。その積み重ねによって家族にとっては異臭が充満していても排泄物にまみれていても普通の状態に。正常性バイアスを抜け出すには外部からの指摘が必要ですが、ケイリーの場合は新型コロナウイルス蔓延によるロックダウンが障害となりました。学校の監視の目がなくなることで虐待やネグレクトが悪化する家庭は非常に多く、2020年イギリスの児童虐待関連の通報件数は前年に比べ 53% 増加したとされます。その一因は家庭という閉鎖的な空間で形成されたこれが当たり前という正常性バイアスによるものもあるのです。ロックダウンに入ってからの半年間、ケイリーは一度も医療機関にかかっていませんでした。また学校からは何度も連絡が入っていましたが、両親はその度元気だとだけ伝え、具体的な支援は断り続けていました。それらは全て彼らがケイリーの介護に対して完全に無気力になっていたため、当然ケイリーは汚れた部屋の中から両親へ何度となくメッセージを送り助けを求めました。しかし、ママ助けて、私の体にハエがたかってるの。そうなの？ハエはあなたのことが好きなのね。ケイリーが不潔な状態にあることを気にもしていない両親、彼らに何を訴えても応じるはずがなかったのです。この両親はさ、親として間違ったことしてるって自覚ないわけ？もうね、何もかもが面倒だったんだと思います。ケイリーの介護はね、うまくいっていた時期もあったんです。ただ彼女が思春期を迎えたことを機に、家族関係徐々にね、崩れていったんです。両親の役目。車椅子でしか移動ができないケイリーは食事や運動不足に気をつけないとすぐに太ってしまいます。3歳時点で体重は同年代の上位 0.4% に達していたほど、父親のアラン・ティットフォードはこの点を積極的にサポートし、ケイリーの体重は一時的に安定。その甲斐あって彼女は学習支援アシスタントの助けを借りながら特別支援ではない通常の学校に通うことができました。またケイリーは非常に自立心が強い少女で、アシスタントの手を借りることを嫌がり、ほとんどのことは自分でやろうとしたとも。おしゃべりで前向きな彼女は他の生徒や職員との関係も良好で、自分の力で充実した学校生活を送っていたのです。このほかケイリーには車椅子バスケの才能があり、パラリンピックの候補生としてもスカウトされていました。このように学校でもスポーツチームでも自立して活動ができていたことから、ケイリーは8歳の頃に支援を必要とする児童の認定から除外。実はこのことも後の悲劇の一因となります。この時点ではさ、父親すっごい献身的に見えるし、何も問題なさそうなのにね。そうなんですよ。ただ娘がね、年頃になってくると、父親中心で介護をするのは無理があったんです。9歳を迎えた頃からケイリーには徐々に異変が見られ始めました。障害を抱えていた彼女が定期的に医療機関にかかっていたことは言うまでもありませんが、この頃になると病院の予約の無断キャンセルを繰り返すように、一時は安定していた体重も増え始め、適切な食事や運動ができていないことも見て取れました。さらに彼女は予約のキャンセルを繰り返した結果、福祉サービスや栄養士のサービスから登録を解除されてしまいます。ケイリーは8歳で支援を必要とする児童の認定を外れていたこともあり、成人向けケアへの移行計画も策定されていない状態。各種サービスから登録を解除されてしまったことはこのことも無関係ではないでしょう。そしてケイリーの支援がここまでおろそかになったことには明確な理由がありました。それは父親のアランが思春期を迎えた彼女の介助をしなくなったため、身体的にも精神的にも大人になりつつあるケイリーを前に着替えやトイレの補助をすることに抵抗を感じたアランはいつしか介護を妻のサラに一任。ケイリーも部屋に父親が入ってくるのを嫌がるようになり、負担が全て妻のサラに集中してしまったのです。またアランは週6日出勤で長時間労働と仕事が忙しく、その他の子供たちの世話もサラが一人で行っている状況。彼女はまるでシングルマザーみたいと愚痴を言い、その日々に疲れ切っていました。こうして両親による介護が行き届かなくなったケイリーは14歳の時点で体重が108キロにまで増加。車椅子が窮屈になり、自力での移動が困難になったことで、それまで熱中していたスポーツにも意欲を失ってしまいます。さらにケイリーは学校の出席率が 98% と非常に高かったのですが、この頃には 70% に低下。これは健康状態の悪化に伴うものでした。ケイリーは太りすぎと運動不足によりリンパ液の流れが滞ってむくみが出てしまうリンパ浮腫を発症。悪化して皮膚の深い部分で感染症を起こす放火式炎にも見舞われ、体調は最悪の状態だったのです。結局彼女はカウンセリングを経てまた学校に通い始めたのですが、その矢先新型コロナウイルス蔓延によるロックダウンを迎えてしまいます。
これだけ両親が介護に疲れてて、さらにね、学校とか外にも行かないってなると、もうどんどん悪循環に陥っちゃうのは目に見えてるわよ。ほんとそうなんですよ。家から一歩も出られなくなったケイリーの生活っていうのは、目も当てられない状態になっていくんです。死を待つだけの日々。2020年3月23日以降、ケイリーは半年の外出自粛期間に突入。そして両親は彼女の介護への意欲を完全に失っていました。食事の準備すら億劫だった彼らは、中華料理やインド料理、ケバブなどのテイクアウトを週に 4,5 回も利用。体重管理を最も徹底しなければならないはずのケイリーの食事のほとんどを高カロリーなそれらで済ませていたのです。そのような食生活を続けるうち、ケイリーは身長145センチに対し体重が146キロまで達していました。身長と体重のバランスを示す BMI は70、BMI25 以上から肥満の部類に入ることを踏まえると、ケイリーは危険なレベルで太りすぎていました。体が大きくなりすぎて車椅子にも乗れなくなり、ベッドから一歩も動けない状態に。トイレにも行けないため、尿は管を通してペットボトルに溜められ、中身も捨てられずに床に放置されていました。ベッドの上にはペット用のトイレシートが敷かれており、大便はその上で排泄。床ずれができれば、その汚れたペットシートを包帯代わりに使うことさえも。シャワーや入浴も何ヶ月もしておらず、爪も半年間一度も切ったことがありませんでした。こんなん飼育してるようなもんでさ、ただ死なないために餌あげてるような感じじゃない。こんな人間の生活じゃないわよ。ケイリーももはや諦めていたようで、父親から足を動かさないと壊死するぞと言われてたんですけど、ケイリーはですね、もう使わないからどうだっていいって言い放っていたんです。ケイリーがスマホを持っていたことを思えば、警察や友人に SOS を出すこともできたでしょう。しかし結局、彼女はどのような惨状にあろうと、家族以外には助けを求めませんでした。ケイリーもまた両親と同じように、自分が置かれている状況を当たり前だと思い込み、何をしても無駄だと諦めていたのかもしれません。2020年10月9日、新型コロナウイルスのロックダウンが明けて1ヶ月が過ぎたその夜、ケイリーは閉ざされた自室の中から悲痛な叫び声を上げ続けていた。またケイリーか。うるさいな。2階でテレビを見ていた父アランは、スマホを取り出すとケイリーにメッセージを打った。ケイリー、静かにしろ。ケイリーから返事が返ってくることはなく、彼女は依然として叫び続けている。叫ぶのをやめなかったことは、もはやその体の限界が近いことを意味していたのかもしれない。それでも父は決して彼女の部屋へ行こうとはせず、叱責のメッセージを送るだけだった。金切り声を上げるなと言ってるだろ。もう誰も助けに来てはくれない。ケイリーはおびただしい量のハエが飛び回るその部屋の中で、その絶望を表すかのように自らスマホの電源を切った。翌朝、母親のサラがケイリーの部屋へ向かうと、彼女はすでに息をしていませんでした。駆けつけた救急隊員はすぐさま彼女の部屋へ向かいましたが、入室とともに表情を曇らせすぐに外へ飛び出します。こんな匂い、今まで嗅いだことがないぞ。部屋に入った瞬間、鼻をついたのは、何かが死んでいると一瞬でわかるような湿った腐敗臭。その一瞬だけでも救急隊員は強烈な吐き気に襲われたのです。後に到着した警察官もその部屋の状態を動物さえ飼えない環境と表現。極めて不潔なその部屋に家族がケイリーを放置していたことを誰もが信じられずにいました。驚かされるのはこの2週間前、誕生日を迎えたケイリーのためのバースデーケーキが腐敗した状態で部屋の中に置かれていたこと。それを部屋まで持って行ったのは父アランだったのですが、彼はその時も娘の異変や部屋の異臭には気づかなかったというのです。長期間ベッドから動けず、糞尿の中で亡くなっていた彼女の体には至る所に床ずれが、特に右かかとの床ずれは骨が見えるほど深い傷になり、その周辺は完全に壊死。その傷口からの感染症が死因となりました。またその傷口には大量のウジ虫が湧いており、ケイリーは少なくとも亡くなる48時間前から生きながら体を蝕まれていたとも。そしてここまでで動画をご覧の皆さんにはあえてお伝えしていなかったことがあります。それはケイリーの母サラの職業が介護士だということ。彼女はフルタイムで複数の顧客の介護をしており、床ずれの予防方法や衛生管理について十分な知識を持っていました。それにもかかわらず、サラは自分の娘には一切その知識を使おうとしなかったのです。なんで？仕事で介護はできるのに、一番大事な自分の娘の介護がなんでできないのよ。ケイリーのあまりにも異様な死に姿から、母サラと父アランは過失致死の罪で起訴されることに。2022年12月、サラは罪を認めて有罪答弁をし、裁判を
待たずに収監されました。一方の父アランは無罪を主張したため、2023年1月から公判が開始。彼は娘の世話をしなかった理由として、自分は怠け者なため娘のケアは妻の責任だと思っていたと到底道理にかなわない言い訳をしました。ちなみにアランは週6日で長時間労働をしていたため、娘に構う時間がなかったとも言いますが、上司によればそれは彼が自発的にやっていたこと。父アランは娘の世話をしたくないあまり、極力家にいる時間を減らそうとしていたと考えられるのです。検察はアランに対し、父親には娘の保護義務があること、さらに同じ家にいて異臭に気づかないはずがなく、惨状を知りながら意図的な無視をしていたと断じました。裁判は控訴審まで持ち込まれた結果、最終的に父アランが禁錮10年、母さらに禁錮8年の判決が下されたのです。この事件において、両親に過失があったことは言うまでもありません。一方で家族しか接さない閉鎖的な空間では、異常な状況が当たり前に思えてしまう正常性バイアスが働きやすい側面もあります。子供が学校に姿を見せないとき、親の言い分を素直に受け入れるのではなく、現場を直接確認しに行く習慣を社会全体で作り上げること。特に障害者は被害に遭いやすいことを念頭に置き、医療や教育の現場が密に情報共有を行うこと。事件を教訓に社会の体制が改められることを願います。このほか、育児や介護の放棄が見逃されないために、皆さんはどのような心がけが必要だと感じますか？ボスケンちゃんです。やみやみ。というわけでね、皆さんね、お知らせなんですけど、シーシャバーシュメル7月にオープンしてからね、もう半年以上経ちまして、はい。本当にね、多くのメトラーさんだったりとか、アルゴメトリー見てないね、本当に一般の方とかがね、もう今はもうそっちの方が多いんですけど、すごいね、来てくれてね、本当にちょっと忙しくなって、いい意味で。なので、ちょっとこの度ね、若干名ではあるんですけど、シーシャバーシュメルで一緒にね、働けるね、仲間をね、募集したいと思います。というわけでね、場所はね、恵比寿駅のね、西口からね、徒歩5分。日比谷線4番出口からは徒歩10秒ぐらいのね、すごいいい立地にあるんで、こう内装はね、アンティークだったりとか、曲はジャズっていうのに限定して、その中で C 社をね、たしなめるっていうね、素敵な空間になってますんで、本当に一緒に働いてるね、仲間もね、ヤミコさん来たことあるからね、わかると思うんですけど、本当にいいメンバー揃ってるんで、ちょっとね、もちろん応募した全員を採用することはできないんで、逆にいい意味でちゃんと人を見極めて採用してるんで、そこはね、安心していただければと思うんで、ちょっとそういったね、環境に身を置いてね、一緒に C 社バーで働いてみたいよっていうね、メトロの方がいたらね、ぜひね、概要欄、固定コメントのね、ウォンテッドリーの方からね、応募いただければと思います。皆さんのね、ご応募お待ちしてます。